き物に恋し、生き物を愛し、生き物に愛されたい。そんな生き物系番組、飼育員のチャミーです。皆さん、こんにちは。本日はですね、一大プロジェクト、世界最大級の淡水魚、ピラルクが、その圧倒的な成長力を見せつけ、1800水槽の飼育の限界付近にまで到達。さらなる成長を求めて、4メートル水槽へと引っ越しする。しかし、その移動は簡単に行くのか、行かないのか。果たして、ピラルクの引っ越し作戦は成功するのか。驚きと興奮の連続になるのか。ピラルク引っ越しに興味がありましたら、ぜひチャンネルはそのままで。では、早速、ピラルクの引っ越しをしていくとしますか。時を遡ること1年と1ヶ月前、ベビーからお迎え入れたピラルク。はじめは60センチ水槽から成長に合わせ120センチ水槽へ、そして180センチ水槽へと段階を踏み、1年1ヶ月目にして、その圧倒的な成長力のピラルク。さらなる成長を求め、4メートル水槽へと引っ越しさせてあげることにする。大きさが大きさゆえに、引っ越し前から緊張と興奮で少々不安感も。4メートル水槽へ引っ越しするにあたっての準備として、180センチ水槽の水をまずは3分の1抜き、4メートル水槽の水を足します。そして3日後、180センチ水槽の水を半分抜き、また4メートル水槽の水を足す。そして2日後、前日、当日に3分の1の水を抜き、4メートル水槽の水を足して、念には念を入れて完璧に仕上げます。何せ、水質変化にはどの魚たちも敏感に感じやすいんですよね。本当、あの世に行ってしまわぬようですね。水合わせは慎重に。ということで、いよいよ本番。180センチ水槽からピラルクをどうやって取り出そうか。この巨体をどうやって移すのか、その全貌をお見せしたいと思う。広々とした水中に解き放たれたピラルク。本当、巨体が巨体ゆえに大暴れすることを想定していたのだが、意外におとなしくしてくれていて、大惨事にはならず良かったです。本当、魚種によっては引っ越し時ガチで大暴れする子もいて、それはもう部屋一面びしょびしょに濡らしてくれちゃうこともザラなんですよね。まあ、何はともあれ、今回のピラルク引っ越し作戦は何事もなく大成功。これからもさらなる成長に期待すべく、これから餌を与えたいと思う。ちなみに、引っ越し当日はピラルクのストレスも考え、給仕はしてません。そして、引っ越しから2日経ち、餌はバクバク食べてくれるのでしょうか。皆さんもご一緒にその給仕シーンを見ていくとしますか。いや、引っ越しも無事に済み、数時間の間はちょっと餌、やっぱ環境が変わったせいか、餌食いはとても良くなかったんですよ。でも1日2日経ってですね、もうこの子ピラルクはもう、これから餌を与えていくんですけれども、見ての通りの食欲になりますので、では早速餌の方を与えていきたいと思う。で、与える餌は毎度おなじみのハマチ EP シリーズで、ハマチ EP14 とハマチ EP8 がこの中に混ざっております。じゃあまずハマチ EP から与えていきますか。
もう餌くれると思って近寄ってきてます。ハマチ EP 投入完了。そしたら、次にですね、また毎度おなじみの行丸スーパーさんのイワシですね。これが今までピラルクが入る前は 330g 与えてたんですけども、ピラルクが仲間入りしたこともあり、350g から 400g の間を与えるようにしております。では早速このイワシを与えていきたいと思う。よし、これいくよ。はい、ご飯だよ。はい、お食べ。見ての通り、ピラル君も環境慣れしてくれたので、バクバク爆食してくれてますね。またこの食べっぷりがたまりませんよね。では少々餌がなくなるまで観察していくとしますか。1個余っちゃってました。ほとんど、ここに1個、ハマチ EP が残ってますけど、ほとんど完食。とりあえず餌もしっかり食べてくれて、他の魚たちとも一切喧嘩したりもせず、ひとまず一安心ってことですね。引っ越し当日は網でピラルクーを移動したので、少々ピラルクーの体に傷が入ってしまったのだが、数日でピラルクーの体の傷は全てなくなりましたよ。ピラルクーはその半端ない成長スピード、そして傷修復のスピードも半端ない、まさに怪物、いや怪魚であることは間違いない。そんな怪魚ピラルクーだが、どうやら絶滅への一途をたどっているとかいないとか、アマゾン川流域の民族たちが団結し、そのピラルクーの保護に取り組まない限り、現在では現地の組織や漁業リーダーたちと密接な協力関係を結んで、ピラルクーを救うだけでなく、アマゾン川に生命を依存している先住民コミュニティ、食料供給、文化を守ろうと決意を固めている若き保護活動家がいるとかいないとか、そんなピラルクーはとても素晴らしい魚。そんな熱帯魚ピラルクー、今後も皆さん温かく見守ってくれたら幸いです。ということで、一大プロジェクトピラルクーの引っ越しも無事に終わり、他の魚たちとも争いもなく、餌もバクバク爆食してくれ、ひとまず一安心したので、なんやかんやぼちぼちお開きの時間がやってまいりましたので、この辺で失礼したいと思います。皆さん、本日のピラルクーの引っ越し動画はいかがだったでしょうか。今後も当番組ではですね、このように飼っている生物たちの成長ぶりや解説であったり、全国各地にある生物たちが集う施設に潜入してみたり、生物捕獲探検、
そして外来生物の駆除を兼ねてその大切な命を余すことなく美味しくいただく0円食堂的な動画であったり、様々な生物にまつわる動画を配信していきたいと思うので、当番組に興味がありましたらチャンネル登録喜びます。本日は最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。